皆さんこんにちは。ちょっとお休みしていたイルーナ戦記の動画ですが、また再開します。これからまたマイペースだけど更新していくので、暇つぶしにでもぜひ遊びに来てください。さて今回の動画は、少し前に生産レベル270が解放されたということなので、早速レベル上げに挑戦しちゃいます。実は以前から、どんな感じで生産してるの？レベル上げの様子を見てみたい。なんて声をいただいていたんですよね。生産って意外と大変で、苦戦してる方も多いはず。そこで今回は、レベルをサクッと上げるためにやってること、生産を始める前に準備しておくと便利なこと、などなど、自分なりのポイントをまとめて紹介します。最後まで見れば、あなたの生産ライフもぐっと楽になるかもね。それではイルーナ楽しんじゃいましょう。まずは現在の生産レベルをチェックします。前回の解放の時ちょっとサボっちゃってるから、まだ265まで上がってないのもあります。木工は終わらせてしまったんだけど、今回は家事でレベル上げしていきます。生産リストを見てみます。このレベル帯までは経験値がもらえるので、レベル269のティミポティスを何個か作って、さらに強化で一気に270まで経験値を稼ぎます。素材は事前にしっかり集め終わって、ティミポティス強化の準備もバッチリ整ってます。ここからは生産をする時のポイントです。属性を知ろう。生産にはそれぞれ属性があります。火事は火、木工は地、裁縫は風、彫金は光、錬金は闇、調理は水。この属性が生産の成功率やステータスに関わってくるので覚えておくと便利です。生産をする時の装備。生産には成功装備と失敗装備があります。用途に合わせて使い分けましょう。成功装備はこんな時に使う。装備やアイテムを作る時、強化して素材や装備を失いたくない時。成功装備は属性に物理プラスパーセントの装備やクリスタで構成します。例えば、火事なら火属性ですね。物理プラス 5% ごとに生産の成功率が 1% アップします。失敗装備はこんな時に使う。失敗しても経験値が欲しい時、素材を節約したい時。失敗装備は属性に無効というステータスがついた装備を使います。一つの無効装備で属性がマイナス 100% になり、成功率を下げて失敗率を上げられます。例えば物理プラス 5% が成功率プラス 1% なら、無効装備一つで失敗率がプラス 20% になる感じです。おすすめ装備。イポモに全属性に無効の剣。以前の動画でも紹介しましたが、失敗装備の代表格なのでぜひ入手しておきましょう。生産ロスト率の減少。素材が失いにくくなる装備もあります。武器クリスタ、木工士の魂、体クリスタ、調理師の魂、特殊装備生産秘術書。これらを装備すると生産ロスト率が下がり、素材が失われにくくなります。ポイントまとめ。属性を把握して生産する。成功装備で安全に、失敗装備で効率的に、ロスト率減少装備で素材を守る。といった感じですね。ここからは装備紹介です。
それではいよいよレベル上げスタートです。まずキミポティスを作りすぎると素材がもったいないので、とりあえず3個だけ作っておきます。作るときは成功装備、レベル上げの時は失敗装備に切り替えます。ここからは失敗装備に変更。攻防召喚をかけ直しながらひたすら失敗を繰り返していきます。生産の成功や素材ロストを避けながら一つの素材をどれだけ叩けるかがレベル上げを楽にするコツです。ここから早送りで見ていきます。青色文字生産成功、赤色文字生産失敗、黄色文字経験値を獲得。ほぼ失敗で経験値をゲットできてますね。アルケミストスキルも活用。クラフトセンス LV4 成功率プラス 10%、ロスト率マイナス 5%、攻防召喚成功率プラス 10%、ロスト率マイナス 5%、生産イベントやログインプレゼントも要チェック。生産効率アップキャンペーン成功率プラス 20%、ロスト率マイナス 20%、ロココの GM9 ツからのログインプレゼント。生産効率アップ券成功率プラス 5%、ロスト率マイナス 5%、10分間有効。レベル上げがちょっと大変って人も、こういったスキルやイベントやアイテムを組み合わせれば、かなり効率よくレベルを上げられます。はい、終わりました。これで家事レベル270になりました。キミポティスも3個で足りましたね。失敗装備を使うことで素材を大幅に削減することができたし、レベル上げもかなり楽でした。今回は紹介していませんが、生産のやり込み要素としてレリッククリスタなどもあります。レベルもカンストしたので挑戦してみようかな。生産は素材集めなど大変なこともありますが、ギルドメンバーやフレンドと協力して楽しみながら進めていけるといいですね。ここまで見てくれてありがとうございます。他にもいろんな動画をアップしているので、チャンネル登録して遊びに来てくれると嬉しいです。